サムライチャンネル。皆さんこんにちは。サムライチャンネルです。今回からね、このチップ層のレビューを行っていきます。で、まずはね、第1弾。丸山のウルトラチップ層をレビューしていきます。まずね、商品名なんですけど、丸山の、こののはいるのかっていう問題はあるんですけれども、ウルトラチップ層というね、名前の通り、スーパーを超えてね、ウルトラですからもう極めてますよね。それですんで、画期的な埋め込み方式で抜群の切れ味、耐久力1、プロ用チップ層と、ホームセンター等ではね、売ってないようですね。その証拠のね、パッケージを見てもね、ジャンコードがね、記されてないね、昔から変わらないデザインのパッケージとなっています。で、その中ではね、この特筆はね、材質ですね。SKS5 と、もう実規格を上回る材質の素材を使っているというのが、ちょっと気になるところです。それではパッケージの方を開けていきます。このようにね、もう段ボール製のパッケージとなっていて、もうね、中も開ければね、もうそのまま剥き出しのままチップ層が入っていると、非常にね、エコだなぁというふうに思います。そしてね、パッケージから取り出してみますとね、やっぱりこう綺麗ですよね。このメッキ部分も綺麗ですし、チップのね、このロー付けの部分、こちらの方もね、非常にこう綺麗だなっていうのが第一印象です。そして肉抜きのね、この穴もね、空気抵抗を考えられた良いデザインとなっていると思います。そしてね、ご覧いただきたいのが、ここに丸山というふうに刻印されてるんですけれども、その下によく見ますと、山陽メタルというふうに刻印がされています。私の身近な人たちにね、丸山のチップスはいいんだ、丸山のチップスはいいんだという方がいるんですけど、これ丸山じゃなくて山陽金属製ですからね、ぜひね、そこら辺のところはね、頭の片隅に置いといてもいいかなというふうに思います。そしてチップの厚みは 1.25 ミリと標準的な厚みとなっています。そしてこのチップ層の特徴でもあるこのコブですね。チップに障害物が当たって破損しても、次にね、このコブに当たって弾かれるので、次のチップは守られますよっていう仕組みになっています。この仕組みもね、昔から知ってはいるんですけど、本当にそんなうまい具合にね、チップを守ってるのかというね、ちょっと疑問もありますんで、今回この動画の中でね、検証できればいいかなというふうに思います。それからこのチップ層のね、外周だけちょっと色がこう白っぽくなってるのが見ていただけると思うんですけれども、これはね、ショット加工というのを施してあります。ショット加工というのはね、小さい粒々みたいなのをね、弾き飛ばして、そして強度を上げているようになって、そしてカン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 ね、ちょっとうるさくて申し訳ないんですけど、このキーンというね、甲高い音、これが SKS5 の特徴であるこの硬さですよね。そしてチップ層のボディには、やっぱりね、硬さと粘りが必要なので、何かにね、こう当たった時に曲がってしまってはね、もう使えなくなってしまうので、こうぶつかったとしても衝撃を吸収して、ちゃんと元に帰ってくれる。そんな素材が、このチップ層には最適のようです。そしてこのね、チップの取り付け部分もですね、超高チップというね、非常に硬いチップが使われているんですけれども、せっかくね、ロー付けをしっかりやっても、このボディの部分が柔らかければ、チップがね、すぐ外れてしまいますので、やっぱりこのチップを支えるボディの大切さっていうのもね、非常に大切な一つの要素かなというふうに思います。そしてこの超高チップのね、研磨具合なんですけど、私もね、よーく見たらね、こうちゃんとね、斜面互い違いにね、研磨してあるんですよね。そしてチップ一つ一つをしっかりとね、4面研磨してありますね。ということで、非常にね、このチップの研磨にもね、非常に工夫してあるなというふうに思いました。そしてチップもね、このボディの部分からはみ出たような形でちょっと大きいチップがついています。そしてこのチップを支える外周部のね、ショット加工を施してある部分ですね。チップをね、支える非常に大切な部分なんですけれども、やっぱ音が違いますよね。やっぱショット加工によってね、非常にこう丈夫になっているのかなというふうに思います。この仕組みはね、日本刀と同じように、硬いところと柔らかいところを組み合わせてある良い仕組みなのかなというふうに思いました。そして重さですけれども、重さはね、軽いに越したことはないんですけれども、それなりの素材を使ってますから、
このウルトラチップスはね、433g といった結果となっています。それでは草刈りのテストと木材切断のテストが終わりました。チップ層のね、方を確認してるんですけれども、刃こぼれ一つしてないというのが印象です。チップもね、全然摩耗してなくて、使う前とね、変わらない状況です。そしてね、チップの後ろについてるコブをね、ご覧いただきたいんですけれども、このコブのところに傷があるっていうことは、やっぱりね、コブに当たって、次のチップが守られるっていう仕組みがね、うまくこう機能してるのかなというふうに思いました。続いて切った木材の切断面を見ていきます。ご覧いただくようにね、非常に綺麗に切れてますよね。本当にこうノコギリで切ったように、スパーッとした切り口で、とても綺麗な切断面だなというふうに思います。で、こう角もね、しっかり立ってますし、最初にね、こうチップ層をね、入れた時のね、スッと入っていく感じがあるんですよね。いや、切れちゃいましたね。実は勢いよくね、こうガツンとぶつけるようにしないとね、切れないのかなというふうに思ってたんですけど、予想外にね、ちょっと切れてしまったというのが結果です。そしてね、実はね、これ2回切断したんですよね。1回目切った時にね、これ切れちゃったなぁと思って、それでもう一度ね、切ってみました。で、同様にね、こういう風にね、綺麗に切れたんですけども、先ほどのね、木材と違って、さすがにね、この金属を切断すれば、チップの方にはね、影響があって丸まっているんじゃないかなというのが私の予想です。それではね、チップの方を見ていきます。ざっと見るところね、チップが欠けているところはどこもないですね。チップはすべて全部ついています。そしてチップの摩耗具合なんですけど、全く摩耗してないですね。で、まだね、角がしっかり立っている状態でした。それでは摩耗テストということで、この石にね、石というより岩なんですけど、ここに10秒間押し付けてみました。ご覧のようにね、石も結構ね、削れてるんですよね。これだけね、削れれば、さすがにチップの方もね、ダメージがあるんじゃないかなというふうに予想はするんですけれども、チップがね、飛んでしまったっていうのはなかったんですけど、肝心の摩耗具合ですよね。そちらの方を確認していきます。チップのね、摩耗具合なんですけれども、摩耗してないんですよね。結構角がね、しっかり立ってますね。驚きました。それでは衝撃テストを行う前に、このね、衝撃テストのね、説明を行います。そして衝撃テストですんで、まず第1段階の衝撃、そして次に第2段階の衝撃と徐々にね、強い衝撃を与えていきたいので、どうやったら、均一なね、力で衝撃を与えていけるのかなということで、独自に考えてみたんですけれども、このようにね、ブランコのように単管の自重を使って衝撃を与えていったらいいのかなというふうに考えてみました。まずこの第1段階のね、単管の実は 500g の段階ですね。そして第2段階。そして次に第3段階と。そして徐々にね、メモリを上に振っていき、4、5、6、7、8、9、10段階までメモリを振ってみました。そしてそれぞれのメモリのところで手をパッと離して、
単管の自重でチップに対して衝撃を与えていく試験を行っていきます。そして荷重の説明ですけれども、1のメモリのところで 500g、3.5 のところで 1kg の荷重がかかっています。実規格では 100kg の荷重に耐えられるこのチップですけれども、ペンチでね、荷重をかけて、どこまでねかければ割れるかをちょっとね自分の力を使ってね実感しながら折っていきたいと思います。先ほどねもう割れてたところのチップだったので、意外と簡単にねパキッとね、折ることができました。ただ折った後もねまだチップが残っているので、全然ね影響なく草刈りにはね、使えるかなというふうに思います。そしてチップをね固定しているロー付けの部分なんですけれども、これだけ衝撃やね、ペンチで荷重をかけてもロー付けが剥がれていないっていうのがね、すごいなというふうに感じました。それでは残っているこのチップの部分ですね、こちらの方にも、ペンチで荷重をかけて、チップを折っていきたいと思います。しかしいい音しますよね。今折る時のピキッっていう音をね聞いていただけたかと思うんですけれども、やっぱりね硬いチップっていうのは摩耗には強いんですけれども、やっぱりねある一定のレベルを超えてしまうとやっぱり折れやすいっていう部分があると思いました。総評ということで、やっぱりねこのチップ層はねいい素材使ってますよね。切れ味抜群の超高チップ、そしてそのチップの衝撃を受け止める SKS5、品質面においてもさすがメイドインジャパンだなという感じがしました。しかしデメリットとしてはやっぱり重さがね 433g と重くなってしまうこと、そしてね価格なんですけれども、これね私買った価格が3300円なんですよね。一度でも研いで使えばねそのコストは半分になるので、まさにプロ用のチップ層といったところでした。それでは第1回目丸山のウルトラチップ層、5段階評価で22点としました。そしてランキングボードをね作成しましたので、こちらのねまずは暫定1位となりますが、こちらの方にかけていきます。そしてこのチップ層はね、まだまだ草刈りに使えますんで、今後使用していく予定でいます。
そして皆さんからのチャンネル登録やね、高評価がね、とにかくこの動画作成のね、原動力でね、嬉しいんですよね。今後も応援よろしくお願いします。